こんにちは、大賀ちゃんです。今回はオールドのりたけのデザイン、牙城その1を見ていきたいと思います。動画の第1回、オールドのりたけの魅力でもお話ししましたように、のりたけの前身である森村組は1876年の創業です。そして1895年になるとニューヨークにズワンブを設立しています。ヨーロッパ製の陶磁器が定着していた当時のアメリカで、創業間もない森村ブラザーズが日本製陶磁器を広めることに成功したのは、アメリカ人のニーズと好みに合わせた陶磁器作りに徹していたからです。森村組を繁栄に導いた陶磁器作りに、本日お話しする牙城が大きな役割を果たしています。ニューヨークのズワンブでは、現地の最新の流行を取り入れたデザイン画を作成し、それを日本へ送付することで、遠く離れた日本の絵付け師たちにアメリカ人が好む形や図案を伝えていました。専属絵付け工場で絵付けの見本として使われたデザイン画は折本形式にまとめられ、牙城と呼ばれています。ニューヨークズワンブでは同じデザイン画を2つ作成していました。一部は日本へと送られ、もう一部は商品カタログとしてアメリカにいるセールスマンが持ち歩き、顧客から注文を取るために使われていました。2007年6月から2009年8月末に行われたのりたけカンパニー監修ののりたけデザイン100年の歴史の展示において、牙城はデザイン牙城、見本帳、セールスマンブックという名称に分類されました。デザイン牙城は絵付けに用いられ、見本帳とセールスマンブックはカタログとして用いられました。こちらはデザイン牙城です。デザイン牙城は主に明治末から大正時代に描かれたものを言います。蛇腹の折本形式になっています。これは見本帳です。見本帳は商品カタログとして使われていました。大半が横長の形態で、背景が黒一色、1ページに数点の器が描かれています。こちらはセールスマンブックです。Not for sale, salesman's use というスタンプが押されているものもあることから、商品カタログとして使われていたことがわかります。中には手書きで注文の数が書き込まれているものも残っています。1920年代のアールデコ商品を中心としたものが多数残っています。では、デザイン牙城と器を比べながら見ていきましょう。左側がデザイン画です。描かれているのは葉巻入れと思われます。右側は同じデザインのビスケットジャーです。どちらも黒すぐりが写実的に描かれ、まるで随雲のようなコバルトと金彩の部分が和を感じさせます。デザイン画に川原と書かれていることから、川原工場で絵付けされたことがわかります。こちらは花瓶のデザイン画と飾り皿です。デザイン画に描かれた赤い実と白い花、そして金森が一致しています。背景のぼかしも含め、
熟練した職人技を見て取れます。これも川原工場のものです。こちらはポットのデザイン画と花瓶です。濃い茶色で描かれたひょうたんのような特徴的な図柄が目を引きますが、その両側に細かく葉が描かれている様子や、ジュールの描き方が一緒なのがお分かりいただけると思います。これは石田工場製です。こちらはオールドのりたけの技法4、ビーディングでもお見せしたものになりますが、ナッツ入れのデザイン画と葉巻入れです。切り込みのある葉の模様を見ていただくと、デザイン画を忠実に表現していることがわかります。水の泡のようなビーディングが数多く施されており、職人の根気に感心します。これはデザイン画は飾り皿で、器は小物入れです。バラが散らしたように配置され、金彩の枝もピンク色の地模様も忠実に表現されています。こちらは西郷工場製です。こちらは同じデザインのカップ&ソーサーです。名古屋ののりたけミュージアムで実際に画像をご覧いただくとわかるのですが、デザイン画でも盛り上げはのりで凹凸が表現され、ジュールや金盛りも立体的に盛り上げた上で彩色されているため目を見張ります。これはデザイン画も器も同じ飾り皿です。真ん中の窓絵の中に描かれた菊の向きから皿の上下を考えてみると、写真でお見せしている向きが正しい上下の向きだと思うのですが、この状態だと周りの菊の向きが右や左、下を向いたりすることになり、とても珍しいと言えますが、デザイン画をご覧いただくと、デザイン画の通りの向きで描かれていることがわかります。デザイン画にはたくさんの数字が書き込まれており、多くの注文があったことがうかがわれます。こちらは大竹工場製です。こちらはデザイン画も器も深皿です。ひなげしの大輪の花が力強く描かれています。石田工場製です。これはバラ絵皿です。1908年と記されており、1908年のデザイン画上のものだとわかります。左側のデザイン画と右側のお皿では、中央のバラの描き方などに細かい違いがあるものの、縁の金盛りや小窓はそっくりです。こちらはラズベリーの実が描かれたお皿です。中央の緑地、ラズベリーの配置、同心円状の金盛りが忠実に表現されています。では見本帳へと移りましょう。これは冒頭の動画でお見せした2つのリンゴ絵の花瓶の見本帳です。そして右側は同じリンゴ絵のデザインのお皿です。金彩が華麗で背景のぼかしとともに和を感じます。今回はオールドのりたけのデザイン画上その1をご紹介いたしました。次回はオールドのりたけのデザイン画上その2をご紹介いたします。